はい、皆さんこんにちは。限界一人暮らしと車遊びがしたい男、よくです。本日はですね、僕の明日のアクティのマフラーを交換していきたいと思います。今ついているのはですね、ホンダ純正のマフラーになります。そして、今回取り付けるのは、久和工業のステンレスの砲弾型のマフラーになります。今回これを新たに購入したわけではなくてですね、以前から持っておりまして、何度かこの車に取り付けております。じゃあなぜ、わざわざこの純正マフラーに変えているかというとですね、このマフラーだと抜けが良すぎて、乱音現象といってですね、これキャブ車なんですけど、エンジンを切った後にちょっとボボッボボッとエンジンが回り続けるっていう現象が起きてしまうんですよ。で、暖かい時期だとそういうことはないんですけど、冬場に乱音現象が多発するので、寒い時期は純正マフラーにして持っております。そして、今4月で随分暖かくなってきましたので、こちらのマフラーに交換していきたいと思います。はい、それではですね、交換にあたってですね、右の後輪を外した方が作業がしやすいですので、ジャッキアップして馬にかけつつ、こちらの右後輪を外していきたいと思います。はい、右の後輪が外し終わりました。そしたら次に右側の、テールライトも外していきます。はい、このようにテールライトを外しますと、こちらにマフラーハンガーが見えるようになりますので、作業が非常にしやすくなります。はい、今マフラーを下から覗いております。マフラーはですね、こちらのナットが1、2個、そしてキャブレターへの戻りパイプがこちらとこちら2本あります。これらと先ほど外した、テールライトの奥にあるマフラーハンガーが1箇所、それと、フランジの横にあるマフラーハンガー1箇所、そして、フランジのナットを2箇所緩めたらマフラーを外すことができます。まずは、キャブレターへの戻りパイプを外します。プラスドライバーでコースバンドを緩めて、あとゆすくれば簡単に外すことができます。では先ほど映っていた、マフラーを固定しているナットを2つ緩めていきます。どちらも 14mm になっております。それでは次にですね、ジャッキをここに当てて、マフラーが落ちてこないように支えてあげます。こんな感じですね。軽く当てておく程度で問題ないと思います。では次に、こちらのマフラーハンガーを外していきたいと思います。はい、マフラーハンガーが外せました。では次にですね、車体の横に来て、横のマフラーハンガーと、その奥にあるフランジのナットを緩めていきたいと思います。はい、マフラーハンガーが外せました。そしたら次にフランジのナットを緩めていきたいと思います。これが手前のナットは、見える位置にあるんで楽なんですけど、奥のナットが非常に緩めにくいところにあります。ちょっと初めてやった時はすごく苦戦したんですけど、今回は緩めていきたいと思います。ちなみに、フランジについているナットは 12mm のものになります。はい、手前側のナットがある程度緩みました。そしたら奥側の方をやっていきたいと思います。奥側はですね、こういったユニバーサルジョイントなんかがあった方がやりやすいかと思います。はい、それでは固定箇所を全て外すことができましたので、ジャッキを下ろしていきながら、純正マフラーを車体から取り外したいと思います。純正マフラーと今回取り付ける久和工業のステンレスの砲弾マフラーを比較するとこういった感じです。純正マフラーだとここからこう入ってきて、中で消音されて車体の左側から配置されるという形になります。そして、こちらのマフラーはですね、入るとこは一緒なんですけど、そのままストレートでこう出てくるといった感じです。一応、バッフルは入れておりましてですね、これで車検は問題なく通る程度の音量です。では早速久和工業のマフラーを取り付けていきたいと思います。まずは純正マフラーについているこちらのマフラーハンガーを外します。そして新しい方に、取り付けていきます。はい、OK です。はい、純正マフラーは固定箇所が何箇所かあって大変なんですけど、こちらは非常に簡単です。マフラーハンガーをこちらに取り付けて、あとフランジのとこをナットで締めるだけです。早速やっていきましょう。まず、こちらから見ながらフランジのボルトに穴を通していきます。そ
して、その状態でこちらのマフラーハンガーを固定します。はい、OK。はい、では続いてですね、こちらに見えているフランジにナットを締めていきたいと思います。ナットは先ほど純正を止めていたものをそのまま使います。はい、それでは取り付けが終わりました。ですので、エンジンをかけて排気漏れがないかをチェックしていきたいと思います。エンジンをかけるときにギアがニュートラルに入っていることを必ず確認しましょう。久しぶりのいい音です。では、あとはホイールをつけてジャッキから下ろすだけですのでスキップさせていただきます。はい、ということでですね、交換が終わりましたので人里離れた山奥に来ました。では、エンジンをかけてどんな音がするのか聞いていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。非常に僕好みのちょっと悪い音になりました。はい、では今回、アクティのマフラーを交換したわけなんですけど、交換の難易度としてはですね、結構他の車と比べるとマフラー交換しにくいです、この車。ですので、少し3個中で言うと2個ぐらいかなと思います。正直、この車のマフラー交換できたら、他の車のマフラー交換なんて本当に余裕でできると思います。そして、作業時間はもう慣れてますので30分もあれば帰れます。初めての時は3時間ぐらい苦戦してやりました。そして、このマフラーはもう今新品で手に入らなくてですね、これ僕の友達のお父さんから5000円で譲ってもらったんですけど、今ですと、このアクティだと、ウィルズインっていうメーカーがよく似た形状のマフラーを出していたりします。新品で購入してもそれほど高いものじゃないですので、交換しても面白いのかなとは思います。それでは、本日も動画のご視聴ありがとうございました。この動画がためになったって方はですね、ぜひぜひ高評価やチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。SNS もいろいろやっておりますので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。